どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、フィルターは何を使っていますでしょうか？自分は基本的に外部フィルターを使用しており、根っからのエーハイム信者です。他には外掛けフィルターや底面フィルターを使用したことがあります。ほとんどの水槽は水草レイアウトにしているため、必然的に外部フィルターを選んでますが、各々のフィルターにはいろんなメリット、デメリットがあります。外部フィルターであれば、大容量で二酸化炭素を逃がしにくいという特徴がありますが、逆に酸素を供給しづらいです。外掛けフィルターの場合は、イニシャルコストが削減でき、手軽である代わりに、ろ過能力に難があります。底面フィルターはコスパも良く、低床すべてを露材として使えるので、抜群のろ過能力を兼ね備えているんですが、水草水槽には使いづらかったり、目詰まりを起こす可能性があります。そんな感じで、いろんなフィルターがあり、どのフィルターが一番優れているということはなく、一人一人用途に合ったフィルターは異なってきます。というわけで今回は、自分が今まで手を出してこなかったあのフィルターを、特徴的な機能がある露材と一緒に紹介していきたいと思います。それでは早速やっていくんですが、まずは開封から。何やら細長い段ボールに入ってますね。結構厳重に梱包がされており、開けるのも慎重になります。段ボールを剥ぐと、中からラップでぐるぐる巻きにされた透明なものが出てきました。中身は透明な細長いボックスのようです。塩ビ管も取り付けられてますね。というわけで今回紹介する製品はこちら。ペットバルーンオリジナル上部フィルター、イージートップフィルターモデル600です。こちらは以前動画でも紹介させてもらったペットバルーンさんから販売されている上部フィルターですね。幅60センチの水槽に対応しており、フレームの有無にかかわらず取り付けが可能です。よく荷重などの関係でフレーム水槽じゃないと設置できないと言われていますが、60センチ用までならフレームレス水槽でも OK だそうです。90センチ以上のサイズになってくるとダメとのこと。奥行きは15センチと一般的な上部フィルターとさほど変わりはありません。一見ただの透明な箱のように見えますが、通常の外部フィルターとは違う特徴的なろ過方法を採用しています。この上部フィルターにどんな秘密が隠されているのか、しっかり隅々まで見ていきたいと思います。それでは詳細を見ていきましょう。まずは蓋から。通常上部フィルターの蓋はしているのかしていないのかはっきりわかるくらい存在感があるんですが、こちらの蓋は全く存在感がありません。透明で柔軟性のあるアクリルが使われており、見た目にやぼったさを感じません。隅には掛けがあり、外すときに手間がかかることもないです。続いて出てきたのは透明なホースに接続された塩ビ管です。こちらは給水側に取り付けるパーツですね。ホースと塩ビ管はただ差し込んでいるだけではなく、しっかりとコーキングされているので水漏れの心配もありません。次に L 字に曲がった塩ビ管が出てきました。これは排水側に取り付けるやつです。続いては U 字の透明な板です。これは一見何なのか分かりづらいですが、上部フィルターの要であるポンプをぐらつきなく取り付けるためのパーツですね。最後に登場するのは穴が開いたスリット状の板。こちらは2つに分かれており、組み合わせることでろ過層の幅にジャストフィットする設計となっています。ただ2枚を合わせるだけだと取り出すときにひっくり返さないといけないので、真ん中には取り出しやすいようにもう1枚板が組み付けられてます。
細かいところですが、ユーザーとしては嬉しい配慮ですね。ということで、パーツはこれだけでシンプルな作りです。肝心のろ過槽内はボックス型になっており、4つの区画に分かれています。まず一番最初に水が入る箇所があるんですが、下のスリットから水が落ちていき、隣の区画に下から上に水が流れていきます。そこから徐々に水がオーバーフローしていき、隣の区画に流れ、そこからさらにスリットを通過し、最後の区画内に水が流れる仕組みになってます。こうすることで、すべての路材に均等に水が流れ、効率的なろ過が期待できるわけですね。外部フィルターよりも水が流れる道のりが長いため、同容量の外部よりろ過効率は高そうです。ここまで見てもらった方ならわかると思うんですが、塩ビ管やスリットの板以外はすべてアクリル製で透明になってます。市販されている上部フィルターは黒っぽいものが多く、上に何か置いてますよ感がすごく漂うんですが、このフィルターは極力存在感を排除しています。個人的にはここが一番評価したいところです。上部フィルターは基本的に上に物を乗っけるため、いい意味でも悪い意味でも目立ちます。こちらの場合は塩ビ管とスリット以外透明度の高いアクリルを使用しているので、上に乗っててもそこまで違和感がありません。また、通常の上部フィルターはフレーム水槽でないとずれた際に水槽内に落ちることが懸念されますが、しっかり端に落下防止の出っ張りがあるため、メンテナンスや地震の時などに落下する心配もないです。こういったアクリル製の上部フィルターはオーダーメイド製のものが多く、気軽に購入することができませんが、ペットバルーンのような大規模ショップがパッケージとして販売しているのは消費者としても嬉しいですね。とりあえずアクリル製の上部が欲しいけど、どこで買えばいいかわからないって方や、フレームレス水槽にマッチする透明な上部フィルターが欲しい方におすすめできるフィルターです。続いてはポンプの紹介です。この上部フィルターはいろんなポンプが取り付けられるんですが、今回はポンプで有名なレイシーのものを使います。これ結構高級なポンプなんで、もっと安く済ませたい方は概要欄のリンクから違うポンプも見てみてください。海水水槽でも使える堅牢なポンプで信頼のおけるブランドです。開封してみると説明書がありました。いろいろ書いてますが、基本的にコンセントを挿せば動いてくれるので難しく考えなくていいです。梱包はしっかりとした段ボールです。さすが高級なだけある。付属品は黒色のパイプ類です。給水側のパイプと上部フィルターに水を送る排水パイプなどが付属しています。肝心の本体はこんな感じ。縦長でいかにもポンプって外観ですが、割とスマートで悪目立ちしません。流量は 50Hz 帯で11リットル毎分、60Hz 帯で13リットル毎分です。通常外部フィルターの流量は毎時で表記されていますが、こちらは毎分で記載されています。わかりやすく毎時に直すと、50Hz 帯で660リットル毎時、60Hz 帯で780リットル毎時です。60から90センチ用の外部フィルターと同じくらいの流量ですね。重さは結構重たく、ずっしりとした重厚感があります。水槽の角に取り付けるパーツも付属されていますが、今回の用途では使用しません。それでは、ポンプを上部フィルターに取り付けます。まずは U 字の板にポンプを組み付けます。結構遊びがなく、ガッチガチに硬いので割らないように気をつけましょう。まあ、板の厚みはすごく厚いのでその心配はなさそうですが、硬すぎて撮影外で奮闘して取り付けました。ちなみになんでこんなに硬いのかというと、
ポンプが外れる事故を防ぐためだと考えています。ふとした拍子に外れたりして水が外に排出されると大変なんで、ポンプが外れる心配がないのは安心ですね。続いて排水側のパイプを取り付け、上部フィルター側に付属している塩ビパイプとホースが組み付けられたパーツを取り付けます。ホースの長さが結構長いので自分でカットして調整しましょう。あとはこのように給水パイプを取り付ければ完成です。続いては肝心要の炉材を紹介していきます。それがこちら、ペットバルーンオリジナル炉材スーパーゼオセラです。よくある多孔質なセラミック炉材なんですが、いろんな機能がてんこ盛りの炉材になってます。一つ目は水中のアンモニアや硫化水素の吸着除去。二つ目はイオン交換による水中の鉄、マンガン、亜鉛の吸収。三つ目は有機物の分解促進。四つ目は表面積が大きくバクテリアの繁殖に適した多孔質性。五つ目は目詰まりしにくい通水性が売りの特殊構造。6つ目は飼育水とろ過層の悪臭除去です。それにプラスして遠赤外線効果と各種ミネラルの強化がされます。吸着ろ過プラス化学ろ過プラス生物ろ過の3つを兼ね備えている超高性能炉材なわけです。ただの多孔質炉材ではないのはひしひしと伝わってきますね。イオン交換作用や吸着効果もあることから年2から3回の交換が効果的だそうです。まあ変えなくても吸着効果が薄れるだけで多孔質炉材のろ過能力は目詰まりしない限り変わらないと思います。それでは実際の炉材を見ていきましょう。このように一つ一つが金平糖のような形をしています。これすごい特徴的ですよね。これが通水性を良くする秘訣だと思われます。色は赤寄りの茶色といった感じで、陶芸の陶器を思わせる色合いです。重さはサブストラットなどのセラミック炉材とあまり変わらない印象ですね。そして一番の特徴はこちら、炉材自体の吸水力です。このように水を流し込むとしっかりと吸ってくれます。これが先ほどお話しした吸着性能のようで、立ち上げ初期の水質の不安定性を緩和してくれるようです。バクテリアが定着する前の生物炉材はあまり炉材としての効果が発揮できませんが、その初期の立ち上げ状態からアンモニアの吸着をしてくれるおかげで、他の多孔質炉材よりも初動から水質が安定します。お高い炉材ですが、落としたくない大型魚や生態がいる場合は重宝しますね。というわけで、セットする前に水洗いが必要ということで洗ってきました。あとは上部フィルターのろ過層に入れていくだけです。今回2リットル用意したんですが、全然足りませんでしたね。それだけこの上部フィルターが炉材を詰め込めるということです。というわけで設置後の映像がこちら。なかなかいいんじゃないでしょうか。炉材の有無によってだいぶ見た目に差はありますが、フレームレス水槽との親和性は高いと思います。このように外側に出っ張りがあることで落下することはありません。普通の上部フィルターは長さが若干長いだけなので、少し左右にずれると水槽内に落ちる危険性があるんですよね。とてもフレームレス水槽じゃ使用できないので、この差は大きいです。実際に炉材を2リットル入れてみて分かったんですが、4個の区画のうち1つが満杯、もう1つが半分埋まる結果となったため、最後の排水部に炉材を入れない場合は、だいたい4リットル以上炉材が入る計算になります。これは60センチ用外部フィルターのろ過層容量を凌駕する量です。最後の排水部の部分にも炉材を入れれば余裕で5リットル以上は入りそうですね。また、先ほどもお話しした通り、
路材を通過する道のりが長いため、ろ過能力はピカイチです。続いて、実際に水を水槽内に溜めていき、どういった感じで水が流れていくのかを見ていきましょう。この時に水流の検証をしようかと思ったんですが、ポンプによって左右されるので、今回は水の流れ方だけ見ていきます。それではスイッチオン。さすがの馬力ですね。高低差も何のその、強力な流量で水が出ていきます。最初の区画からスリットに水が落ち、隣の区画に水が侵入。そこからオーバーフローし、水が流れ落ち、最終的に排水区画まで水が流れていきます。言葉だけの解説だと分かりづらいですが、こうやって見てみると水の流れがよくわかりますね。ジグザグに水が流れているので、水流が全体に行き渡っています。排水部の水はこんな感じで出ていきます。排水に使用されている塩ビ管の口径が結構でかいので、水流はやや抑えられそうですね。ポンプを稼働させた状態での映像がこちら。すべてが透明なため、流れる水の動きがよく見えるのは面白いですね。まあ別に見えたところで性能には変わりないんですが、普段上部フィルターを使い慣れていない自分からすると新鮮です。特にお気に入りなのは、第2区画から第3区画に水が流れ落ちているところです。子供の頃遊んだ川を思い出しますね。というわけで今回はペットバルーンオリジナルの上部フィルターとセラミック露材を紹介していきました。なかなか個性的な製品たちでしたが、性能は申し分なさそうです。露材に関しても個性的な見た目はしていますが、いろんな機能がてんこ盛りでした。どちらもペットバルーンの公式サイトで購入できます。今回紹介した製品のリンクと安いポンプのリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。